こんにちは、アリアです。前回は人類が大天使、セサンテスに導かれ、悲哀服、そして言葉を与えられた時代についてお話ししました。人類は動物的な存在から霊的に成長する基盤を持つ存在へと進化しました。しかし、セサンテスの使命はいつまでも人類を守り続けることではありませんでした。やがて人間は自らの力で選び、学び、歩む段階へと進む必要があったのです。この後半編では人類が授けられた自由意志とそれによって始まった文明のサイクル、そして死後の世界と魂の進化についてお話しします。オアスペの記録によれば、セサンテスが天界に戻った後、人類は新しい試練に直面しました。それは自ら選ぶということです。これまでは天使の導きに従えばよかったのですが、これからは自分の意志で善を選び、正しい道を歩む必要がありました。自由意志は大きな祝福であると同時に危険をはらんだものでもあったのです。聖書ではアダムとイブが禁断の果実を食べたことで罪に陥ったと語られています。しかし、オアスペにおけるアダムとイブは罪の物語ではなく象徴の物語です。それは人類が初めて自由意志を手に入れた瞬間を表しています。果実を食べることは外から与えられた規則に従うのではなく、自ら選んで行動することを意味します。つまり、アダムとイブの物語は人類が従順な子供から自立した存在へと移行した出来事の象徴なのです。そこには堕落という否定的な意味だけでなく、成長の始まりという肯定的な側面も込められています。しかし、人間が自由意志を持つようになると、必ず新しい問題が生まれます。欲望や支配心です。ある者は富や力を求め、他者を支配しようとしました。また、ある者は仲間と調和し、互いを支え合うことを選びました。人類は二つの道に分かれ、そこから文明の光と影が生まれていったのです。オアステは、この人類の歩みをサイクルという言葉で表します。地球と宇宙の運行には周期があり、およそ3000年ごとに新しい時代が訪れるとされます。その節目ごとに高次の霊的存在が地球に降り立ち、人類に新しい教えを与えてきました。このサイクルの考え方によれば、世界の宗教はすべて一つの流れの中にあります。モーセが律法を与え、ブッダが悟りの道を説き、イエスが愛を語り、ムハンマドが信仰を広めたこと。それらは別々の出来事ではなく、同じ宇宙的な計画の一部なのです。人類が成長の段階に応じて受け取るべき教えをその時代ごとに導き主がもたらしてきたのです。この視点に立つと宗教の対立は意味を失います。異なる宗教は互いに矛盾するものではなく、すべてが根源である領域から流れ出た光の一部だからです。ある宗教だけが絶対に正しいわけではなく、それぞれが人類に必要な時期に与えられた導きだったのです。自由意志を持った人類は、時に正しい道を選び、時に欲望に流されてきました。文明は繁栄と衰退を繰り返し、その度に霊的刷新がもたらされてきました。これは古代エジプトにも、シュメールにも、インドや中国の文明にも見て取れるサイクルです。高度な文明が築かれた後、やがて堕落し、滅び、そこから新しい流れが始まる。人類全体が長い時間をかけて成長しているかのようです。オアステは、この歴史の見方を通じて、私たちに問いかけます。あなたは自由意志をどう使っていますか？あなたの選択は調和と成長につながっていますか？
自由であることは責任を伴います。個人の選択が社会を作り、文明の方向性を決めていくからです。現代の私たちは科学技術の発展によって便利で豊かな生活を手に入れました。けれども同時に欲望と支配心の影も大きくなっています。オアステの語るサイクルの視点で見れば、今の時代もまた一つの岐路に立っているのかもしれません。では、死後の世界ではどうなるのでしょうか。宗教は天国と地獄を語り、科学は死を肉体の終わりとみなします。しかし、オアステはそれらとは異なる独自の死後観を提示しています。人間は死後、エスと呼ばれる霊界に移行します。肉体は地上に帰りますが、魂は意識を持ったまま生き続けるのです。S は地球の周囲に広がり、少女と死者の間をつなぐ領域でもあります。ここには多くの魂が集まり、その状態は生前の行いによって大きく左右されるとされます。良き行いを積み、他者を助け、調和を大切にした人は S においても安らぎを得ます。仲間の魂に囲まれ、光に包まれながら学びを続け、やがてさらに高次の領域、エテリアへと上昇していくのです。一方で、物質的欲望にとらわれ、権力や支配を追い求めていた人は、死後も地上近くにとどまります。怒りや嫉妬に満ちた魂は、少女に悪しき影響を与える存在になるとされます。これが、オアステにおける命令や悪霊の説明です。つまり、死後の世界は天国か地獄かという二元的なものではなく、魂の意識や波長によって変化する領域です。そして、そこでも成長は続きます。生前に学べなかったことを学び直し、未熟だった部分を癒し、やがて、より高い光に近づいていくのです。死は、終わりではなく、進化の次の段階なのです。さらに、S の世界には、共同体があります。魂は、単独で存在するのではなく、群れや集団を形成し、互いに助け合いながら、進化していきます。これは、地上の人間社会とよく似ています。私たちが、社会の中で成長するように、死後も、魂は、仲間と共に学び、次の段階へ進むのです。やがて、成長した魂は、エテリアへ導かれます。そこは、地球を越え、宇宙全体に広がる光の領域です。ここに至った魂は、個人的な欲望から解放され、宇宙の秩序を保つ働きに参加します。星々を導き、文明を見守り、時には、再び地球へ降りて、人類を助ける役割を担うのです。かつて、セサンテスが果たした役割を、成長した魂自身が、担うことになるのです。この視点から見ると、人間の生は、一度きりではなく、壮大な進化の旅の一部に過ぎません。地上での学び、死後の霊界での成長、そして宇宙的な働きへの参加。それが魂の歩む道だとオアステは語ります。この死後観は私たちが今どう生きるかを問い直します。もし死後も意識が続き、さらに学びが待っているなら、今の一日一日の選択はすべて魂の未来につながっているのです。人を思いやること、調和を大切にすること、真理を求めること。そうした生き方は、死後に光の中へ進むための準備そのものなのです。逆に、欲望や支配に溺れる生き方をすれば、死後もその波長に縛られ、成長の機会を逃すことになります。自由意志をどう使うかは、死後の世界においても大きな意味を持つのです。オアステの物語は、私たちに安心を与えると同時に、責任を思い出させます。死は終わりではなく、魂の旅の続きであること。そして、その方向性を決めるのは、今、この瞬間の選択だということです。
この物語の最後に描かれるのは、まさにそのメッセージです。人類は宇宙的な進化の計画の中にあり、誰一人として取り残されることはありません。すべての魂が学びを重ね、やがて光の文明に至るのです。宇宙の根源、セサンテスの導き、自由意志と文明のサイクル、そして死後の世界と魂の進化。これらはすべてつながっており、人類が歩んできた道と、これから歩むべき道を示しています。そして、今を生きる私たち自身が、その壮大な物語の一部を担っているのです。今回の話はいつもと違う視点でのスピリチュアルな内容で、私自身もとても勉強になりました。普段は魂とか宇宙という大きなテーマを語ることが多いですが、オアステの物語を通して自由意志とか死後の学びというテーマを自分の日常に置き換えて考えることができました。正直に言えば、私もまだ自由意志を上手に使えているとは言えません。感情的になってしまったり、墜落な方を選んで後悔することもあります。でも、死後も学びが続いていくと知ると、失敗も終わりではなく、次につながる経験なんだと、改めて思うことができました。例えば、家族や友人とのちょっとした意見の違いで、どうしてあんな言い方をしてしまったんだろうと落ち込むことがあります。けれども、その後で気づき直して、次は少し違う言葉を選んでみようと思える。そうやって、日常の中で自由意志を繰り返し、選び直していくことが、魂の成長につながるんだと感じました。今回のお話を通して、視聴してくださっている皆さんにも、自分の選択を少し見つめ直すきっかけになったら嬉しいです。完璧でなくても、気づいた瞬間から、また選び直せる。それが、オアステの語る、自由意志の大切なポイントなのかもしれません。最後まで見てくれて、ありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。